考えられてますね。そう考えられてる。ダーク、もうダークといこれえばはもうね。はい、どうも始まりました。本日若左衛門さんです。よろしくお願いします。前小茂口くんと動画出ていただいて以来、今回なんですけども、じゃーん、ズームの、これ知ってます？知らない。 MS60B プラスって言って、前の方って知ってます？ちょっと形違うんですけど、なんかボードとかに組み込んでる人とかいますよね。あ、いますいます。それを見たことはあるかも。はいはい、そうなんですよ。それがリニューアルしまして、これがね一番このフラグシップモデルというか、これがギター用なんですけれども、マルチエフェクターって形で出て、でその後にですね、歪みに特化したやつ、そして空間系に特化したやつっていうのも出てます。ベーシストさん向きのドライブペダルだとかプリアンプが入ったやつが出まして、これを今日ちょっと一緒にどんな音がするのかやってみたいなと。はい、ぜひお願いします。はい、じゃあやっていきましょうか。若左衛門さんね、このレフティーのいつもめっちゃかっこいいっすよね。ありがとうございます。しかもなんかなんか色ね、同じだ。なんかこういうちょっとなんか、ガッて明るくない赤好き。あんまりエフェクターにない色で攻めてる感じしますよね。このマルチストンプシリーズ初めて見る方もいらっしゃると思うので、使い方を簡単に説明したいなと思います。フットスイッチ以外にも、4つボタンがあるんですけれども、この上下そして右左みたいなのが足でこうね踏めるようになってて、上でパッチを切り替えて、例えばこういう風に3つ並んでるやつ、これだとコンプレッサーがいて、でここになんか左の矢印あるじゃないですか、これ左にもまだペダルがいるよ、なるほど、っていう意味になってて、これ左に行くとちょっと歪み系のオーバードライブがいて、でもまだ左にあるので左に行くとここには EQ がいますね、っていう形で中でこう仮想で3台並んでる。なるほど。でそれぞれをここでオンオフできるんですね。これ EQ がオフになって、こっちに行くと歪みはついてる。1個分のコンパクトエフェクターのサイズで、中でこう仮想にエフェクターを並べたりできるし、いくつかこうやって設定しておくことができるので、考えられてますね。そう考えられてる。じゃあ音出していきましょうか。で音出すんですけども、チューニングしましょうか。そうですね。あんまり普段ね動画でチューニングとかしないんですけども、ベースってやっぱりこの音が低いからなかなかこうクリップチューナーとかだったら合わなかったり、普段どうされてます？チューニング。普段は同じくマルチのなんか長押しするとチューナーモードになるみたいなやつでやってます。やられてます。フィリックスとか。そうです。ですよね。同じく長押しです。じゃーん、どうでしょう。ちょっとずれてる？でも全然合うと緑になってくれるんで見やすいですね、ライブ中とかもね。じゃあチューナーを解除して一回ちょっとこれオフの音いきましょうか。で今どうやって撮ってるかっていうと、もうこれだけなんで、この後ステレオでオーディオインターフェースに渡してる感じです。これも素の音ってことですよね。なんかこのメーカーさんで作ったの2本目なんですけど、1本目よりもさらにちょっと、なんて言うんだろう、稲たくして完全にパッシブの語源っていう。そうなんですね。そう珍しいんですよね。だいたい語源だとアクティブがベース多いんですけど。そうなんだ。でも確かにいつもの若左衛門さんサウンドよりちょっとなんかまろやかだなと思って聞いてました。これにゴリゴリ歪ませていくとちょっとなんか4弦っぽい感じのサウンドになるかなっていうので作ってみてもらったのがこれ2本目になる。めっちゃいい感じですね。じゃあこれオンにしてみましょうか。で1個目はですね、なんだろう、クリアドライバープリアンプ。さっきよりぐっとね下に下げてくれてます。安心できましたね、これで。確かに安心かも。太ましくなりました。これは今もこれ中身これ一発なんで、これが1個目の音にね今入ってるんで、ズームさん的にはこれがフラグシップ音色。代表的にね、まずこれからどうぞみたいな。今日覚えたフラグシップ。じゃあ次はフィルターきましたね。フィルター1個だけ。待って、これ私持ってるよ。
おお。これ持ってる。これをね、これエフェクターズームさんのやつってこうなんだろうな、見た目から察してみたいなの結構あってそうね、これ結構わかりますね。わかります？もうちょっと出た瞬間笑っちゃった。あ、本当に。じゃあ次行ってみますね。あ、コンプ来た。コンプ来た。これは確かに潰れてます。これちょっとね、オフっていいですか？あ、確かに。なるほど。あ、いいですね。ちゃんとコンプのお仕事してる感じしますね。この後ね、また組み合わせての音が出てくるので、もうちょっとプリセット見てみましょうか。まあこれもね、見た目から察してくれよっていうアンプ、はい。そっち系ね。そっち系ね。なるほどね。こういうのね、また組み合わせて作って、ダーク。もう。ダークといえば。これはもうね。ちゃんとこれダークってダークグラスだと思うんですけども、これはもう私もアンプもダークグラスなんですけど、やっぱ好きですね。結構好きなドライブというかですね。なんかダークグラス感ちゃんと出てるな。やっぱこの母体がズームなんで、やっぱりこのズーム感で作ったダークグラスではあるんだけれども、これちょっと歪ませてみますか？なんかもっと尖らせたら近くなる。原因ちょっと上げますね。確かに。こういう感じ？確かに。そうですね。これで私の好みだともうちょっと落とすんですけど、でもベクトルはこういう感じですね。何を若さんやります？もう早速触っていいんですか？いいですよ、いいですよ。これがトレブル、高めのミドル、低めのミドル、ベースです。EQ。逆にトレブルとかはもっと落としってる。そうなんだ。もっとないかもいつも。意外です。そう、嫌いなんですよ、キャンキャンしたやつ。そうなんだ。こんぐらいかも。かっこいいですね。そう、私のイメージするダークグラスはこっち系なんですけど、ちょっともしかしたらあんま使い方違うかも。いや、すごい若左衛門さんのいつもの感じに一発で寄ったから。確かにね、すごっと思いました。これだと右にまたここにね矢印が出てて、右にまだあるよってことなんで、右に行くとさらにねこのブレンド、でゲインボリュームと、あとブーストのオンオフっていうのがありますね。ブーストがついてるんだ。なんかちょっとオンにしてみます。やばくなるかな。違うな。なんだ。ブーストのローと今何だったの？オフでした。じゃあブーストのロー。私好きですね。ブーストのハイ。これは映えるやつです。でも若狭さんこっちじゃないんだ。そうだな。ブーストはオフにしておきましょう。じゃあ次行きましょうか。ディチューン、コーラス系ですね。このズームね、モジュレーション系、あとは空間系、ディレイとかがすごくね優秀で、噂は聞いてます。価格15000円ぐらいなんですよ。そうですか。すごくないですか？それはいいですね。だからこの動画を見てくださってる、例えば高校生とか思ったでしょ、がやっぱダークグラスの音好きなんだけど、ちょっとやっぱりまだ買えないっていう方がこれ買って
ね、さっきの若左衛門さんのやつをちょっとバクったりしながら音作ったりして勉強するとかめっちゃ良くないですか？なんかよくやっぱ1台目何買ったらいいですかっていう質問はよく来てて、はいはいはい、むずいんですよ、1個言うのが。ああ、好みとかもありますしね。そうだし、なんかほらコンプがいいとかディストーションがいいとか、なんかそういうの難しいから、私は結構なんか逆にマルチとかから入って、で気になる音色とか、その実機をなんか追求していくっていうベクトルもすごくいいなと思ったし、そもそも音色って触らないとどんなものがあるか分かんないじゃないですか。確かにね、だからこういうのから入るのはすごくいいと思う。一応右から見た方がいいのかな。すごい結構あるでしょ。色違う。そうなんですよ。だからこのピンク系のところはまず一発目にかけるコンプ系とかそういうのが入ってて、で次はフィルター系はオレンジみたいですね。で次がこのドライブ系が赤。これね結構ねいっぱい入ってるんですよね。本当だ。だからもうこれが15,000円でこの量、次プリアンプ系の列があって、でもコーラス系、これはピッチ系ですね。ハーモニーとかピッチ系のやつが入っていたり、めっちゃ入ってるな。シンセサイザー系のやつがあったり、そこ分かれてんだ。はい、でディレイですね。で空間系エリアがあったりみたいな感じでリバーブ、この中からこうやって選ぶと、リバーブのエフェクターに切り替わったり、もうちょっと言うとこのズームのアンプとかってこうやっぱり IR って言ってね、実際のこのアンプの響きを収録して集音してそれを反映してやられてるんですけども、マルチレイヤー IR って言って、弱く弾いた時のアンプから出る音、なるほど、強く弾いた時のアンプから出る音っていうのをそれぞれ取って、じゃあ自分に合わせてそれが出るってこと？そうなんです。だからそのベースから入ってきた信号が弱めの時だったら弱めの IR 使うし、結構強く弾いたのが入ってくると強めの IR を弾いてくれるのが自動でこの中で。確かにそこないと嘘になっちゃいますね。そうなんですよ。だからさっきから弾いてるアンプのモデルとかも実はその弱く弾いた時と強く弾いた時でその鳴り感がちょっと違ってる。そうなんだ。で強く弾くと確かにこうなんかスピーカーの鳴り感みたいなのが、確かに押し出しみがリアルなアンプでもありますよね。そう、なんか来ましたよ。オーバードライブ。やっぱプリアンプで歪ました時とこういうペダル系のオーバードライブで歪ました時のまたこの違う感じがね。これもちょっと若左衛門スタイル聞きたいですか、皆さん。いやちょっとね若左衛門さんが作ると本当に若左衛門の音になるからすごいなと思ってさっきから。じゃあ、ここまでやって結構いろんなどんな感じか分かってきたので、最後に音をこれだっていうのを作って終わろうと思うんですけども、何つなぎましょうね。いつもとかだったら EQ かけて、 EQ コンプかけて、 EQ コンプ、ディストーション系のプリの時もあれば、EQ かけてディストーション入れてからコンプとかで固めたりすることもあるんですけど。なるほど。じゃあちょっとやってみましょうか。やってみましょう。はい、音できました。今作っちゃったんですけれども、ちょっとどんな感じで作ったか若左衛門さんから。元のスの音、スの音はこんな感じだったんですけど、まず EQ をかけて、でいろいろ EQ もこれを選んでみて、ちょっとそのハイの伸びづらいところはちょっとついて、アンプから出すってイメージよりは、これ1個でそのラインとしていいものを作ろうという考えで、ちょっとつくところ低音とかはついてます。このなんか EQ のキャラクターなのかわかんないんですけど、なんかもうすでに結構コンプ感を感じてて、これオフするとちょっとまとまった感じありますね。ちょっとなんか締まったんで、今回はもうコンプいいかなと思って、コンプなしかけなかったです。で次が、さっきちょっとグッときちゃったこのスーパーロープリアンプ。も
もう完全にがっつり、そこから追い込みかけて落とし、まあ次なんですけど、また歪みかよっていうね。ここで一気に変わった感じがありますね。整ったっていうか。これ結構私がいつもなんか作る時に多分なんですけど、あんまり良い子は真似しない方がいい作り方かもしれないですけど、歪ませて常に張り付くような音を初めに作ってから、さらに歪みで追い打ちをかけるっていう。潰してギャッっていう感じのいつもっぽい音にこれで3つで仕上がったんじゃないかな。この3つがなんか本当に1つの塊っていうか、この3つで作ってるようなそうですね感じですね。やってて、私はこういう音色でずっと出してます。で、それプラスアルファでなんかその時々でもっと歪む音とか、コーラスワウとかなんかそういうのはかけるけど、基本的に私のクリーンの概念でいうとこのぐらいの概念。これでね完成なんだけども、このズームのエフェクターこういう風にね最後にこうプラスアルファのを常に表示しておいて、必要に応じてその時にねオンオフするっていう使い方が結構ありなんですけども、今回ちょっとプラスアルファで僕が勝手にコーラスを追加してみたんですが、いいっすね。されてる。これもなんかその今まで落としてってローを作ってきた分、ちょっとなんかオクターバーじゃないですけど、そういうなんか音色な感じにも聞こえます。ステレオだから。そうですね、確かに。今回ステレオでね撮ってるので、皆さんのところもステレオで鳴ってると思うんですけども、はい、という感じで今回はこの MS60B プラスの紹介でした。なんか結構ねこう弾いてる中でノウハウっていうか今回出てきたと思うので、ぜひ参考にしていただければと思います。概要欄に若左衛門さんの SNS といろいろ載ってますので、ぜひ皆さんもそちらチェックしてください。そしてチャンネル登録、そして高評価お待ちしております。コメントもぜひ気軽に書いてみてください。それでは本日スペシャルゲスト若左衛門さんでした。ありがとうございました。じゃあまたの動画で。